シュニッツァーのミラーは外さないでくれますよねってわざわざ確認しました自分たちでやりましたごめん、それ言わせたかったシャしょはい、どうも、りょうですはい、どうも、りょうです。今日も愛車紹介やっていきたいと思います。ロイネです自己紹介をね、いや、だから言うのそっか、ごめん、本当ごめん。いや、とりあえず一回ロイネ、いやいや、いいロイネね。ロイネで。はい。ロイネさん、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと基本人生フライング気味できてるからね。そうですねね、りょうちゃん。そうじゃないね、皆さん失礼しました。ここめちゃくちゃ仲いいので、はい、こんな感じでちょっと緩い感じでお届けしたいと思います。はい、ロイネさんですね。はい、車は赤いスリッパ。そうですね。はい、ちょっと、はい、ご紹介いただいてもいいですかね。ありがとうございます。彼はですね、もうかれこれ30歳になりまして30歳1991年はい車になります。91年はい、30歳です。で、僕 BM 大好きなんで、はい、BMI プラスこいつの愛ということで、はい、ちょっと当時その91年頃のですね、はい、ドイツの、はい、サッカーにドイツ代表のジャージをですね、はい、ちょっと前にヤフオクで買いまして高かったんですけど、マジっすか。ちょっと奮発して買っちゃいましてですね、マジっすか。この両チューブに合わせてこれで今日これで来ました今日はい、すいません、全然面白くないですけど、いやいやいや、はいちょっと面白すぎだから本当もいやいやいうや前のめりでしょかなりごめん、一つ言っていい？はいはい、91年式分かったけど、車種説明してないよ。あ、すいませんすいません普通に言うとですね、はい、320i のコンバーティブルですね。はい、はい、型式で言うと E30 と、はいはいはい、ただの、NA の 2000cc なので大して別に速くもなんでもないんですけど、はい、320この時代は6発？そう6発なんです。そうですよね。そうです。なんでちょっともう結構おじいちゃんなんでたまにプラグが死んだり一発死んだりとかいろいろあるんですけど、6発いるので、一発死んでもどうにかブス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 って言ってどうにか動いてくれてるって言ったところで、これ多分4発だったらちょっと厳しいんじゃないかなみたいな。大丈夫。BM ね、はい、プラグ死ぬのはこの時代じゃなくて、90とかね、その世代でも壊れるから、そうだね、2世代ぐらい後でもなる。イグニッションコイルとかもね、すぐねやられてる。イグニッションコイルがチーンってすぐいっちゃうからね、どうしようもないのよね。そうだよね。もう壊れるのはね、しょうがなくそれをまた楽しむのがね、自分の楽しい乗り方ですよね。そうですね。今のどうなんだろうね。今のはさすがに壊れないのかね。今のもコイルなのかな、分かんないけどすいません、最近の新しいのですね、疎くて。そう僕もね、GK 最近ようやく勉強しだしてへーって言いながらね、そうだよねもうね、得意はE 系なんで、そうですよね。ちょっと、はい、じゃあいろいろ教えていただければと思います。いろいろね、はい、おかしいもんね。いやいやいやじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっといろいろはい教えて。いや、ごめん、ちょっと画面にそのチャージすると僕笑っちゃうんだけど教えてもらえればと思います。お願いします。フロントですね。はい、フロントこれバンパーは純正バンパー？そうですね。で一応 M テクニックのグレードなんで、グレードは M テクなんだ。M テクなんで、一応フロントハーフスポイラーのサイドもサイドステップとかスカートっていうか、あとパネルですか、ついてたりしてっていう感じなんで。じゃあこれは一応純正、もうそうです、純正です。仕様でついてる。そうです、純正です。いやでもこれすごい低く見えるからかっこいいよね。ありがとうございます。実際低いんだけどねで一応ヘッドライト、ごめんなさい、僕もこれまだE30っていう型をそんなお勉強して詳しくないんで、僕もよく分かってないんですけど、そのグレードだか M3 の何かなんだかとかっていうので、そのインナーブラックのライトがあるんですよね。これインナーブラックなんですよ。でこれにすることでかなり顔が画面が締まるっていうので、それだいぶ変わりそうだね。そうなんです、そうなんです、なんでちょっと高かったんですけど、奮発してインナーブラックにして、であと M テクだとモールがなくて全部
もう同色の真っ赤だったんですよ。はい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 なんですけどちょっとシンプルすぎてはいはいはい少しなんでしょうね、こうかっこよさが出ないって言ったら変ですけど、はいはいはいちょっとあまり馴染まないようなイメージだったんで、この黒モール部分はラッピングシートが貼ってあります。ああそうなんですね、はいはいはいあ一応モールはあったけどそう黒くなかったからそう、純正普通に赤なんで、うんうん、ちょっとまあシンプルに決めたらもちろんかっこいいんですけど、うんうん、僕そこまでセンス良くないんでいや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 ちょっとモール黒くすることでうん、かなり全体が締まるかなと思って。そうなんかモールが色違いの方がうんクラシック感は出ますよあね、そう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 でモールが純正色だと、まあ、シンプルで逆に今時なんですけど、今時の車じゃないんで、うんうんうんちょっともう締まりがいまいちだったんで、まあ、黒入れて差し色でいいですね入れてみました。でまあざっと外観ちょっとお聞きしてはいって感じだったんですけど、はいまあ大事なこと聞き忘れてて、はいはい何でしょうか。車高おかしいですよね車高はですね、もうねもう、はい僕の YouTube 車高おかしいですよねもう決まり文句なんだけどそうですね、マジシンちゃんとかねおかしいですよね。車高一応あエアレックスがはい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 綺麗に入ってるね。ありがとうございます。まあ、本当はこのグレー色にちょっと後で色合わせたいなと思ってるんですけど、ちょっと時間なくって、ちょうど運よくそのスペースに、ねぴったりだね、入ってくれたんで、高さねよかったなと。なんかさエンブレムやれてる感じあるだねあるでしょ、あ逆にるでしょ。逆にありだね。そうこれなんか新品、まあ純正品ちゃんと買ってもいいかもしれないけど、なんかこれはこれでありだよね。ありかなと思っなんかそれて。剥がれて全部飛んでっちゃうとそう寂しいけど、そうなんかちょっとやれてるギ感はリ生きてるからありだよね。そういいかなと思って。あとはちょっと苦労したのがこのガーニッシュを探すのに結構苦労して。やっぱりこの時代の車だとパーツ探すの苦労する。ね。まあでももう今 eBay とかいろいろ海外のものもあるから結構手に入るといえば手に入るけ30どのパーツはいっぱいあるもん。全然あるね。ちなみにさ、はいはい。ホイールはホイールはアメタンの CCW ですね。CCW コンプリートカスタムホイール。はいって言っても僕の中古なんですけど。ああそうなんだそう。たまたまちょうどいいサイズがたまたま出てて、そうちょっとなんかOZ とかなんかブレイトンあたりのリバレルを探してたんだよねずっと。で、まあ、BBS とかだとやっぱりもう有名な佐久間さんとか、ワイルドラインの。ね、あとはその辺のうさぎちゃんって子がいたりするんだけど、その辺の子とかももう BBS なんで少しやっぱ変えたいなと、違う感じの、で悩んでた時にたまたま CCW 出てきて、昔も一回履いてたんですよ。ああそうなんだ。そう当時日本で最初に入れたんですよ僕 CCW。そうゴルフ4だったんですけど、そうでまあ CCW 悪くなかったしと思って。ステッカーいっぱいあったね、ここ。そうこれだから、もう結構なんかしょうもない下ネタが入ったりとかいろいろしてるんだけど面白い。一応このローカルっていう富澤さん同じ型のグレーの30のパンでも組まれてる、あの方がボスなんで。あ、そうなんだ。はい、その方の一応チームにそうなんですね。はい所属してます。僕もローカルはなぜかステッカー持ってますけどあとちょっとマニアックなんだけど、ミラーね。これそう当時もののシュニッツァーの本物のミラーなんですよ。これが結構お気に入りで、これが決め手の一つだったんですよね。これがついていたの。そうこれさちょっとやれなんですけど、これすごいよ。すごいよね。そうだからいいんだよね、もうこの車を買うって時に、その名古屋の中古屋さんだったんですけど、そこの中古屋さんに電話して、買いたいんですけど、シュニッツァーのミラーは外さないでくれますよねってわざわざ確認しましたそれぐらいなんか僕の中ではこうちょっとポイント高い。なるほどね。だから純正だとすごいこう角張って、まああれもかっこいいんですけど、そうやっぱこれ大事かなと思って、はい。でも M のミラーだったらまたちょっと違っちゃうけど、まあこういうシュニッツァーのミラーだったらありだよね。そう
まあ M のミラーつけるぐらいだったら僕だったら純正の角張ったミラーの方が雰囲気出るけどね、かっこいいわ。あとはシート一応はいはいはい、同年代ぐらいのシートを探して、はい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 、LX そうでからね、それがね LX じゃなくて LX じゃないの？そうなんかねちょっとマニアックなんだけどもう LX とほとんど変わんないんだけど、うん、LSM とかっていう、ここが、ね、メッシュじゃなくてね横線のプラスチックこれがすごい個人的にずっと探してて。なるほどね。そう普通ここ LX メッシュでしょこうやってそうサシャみたいなね、うんうん、今の笑うとこねそうそんなんでこれとでナルディも、まあ、当時もので、うんうん、これはたまたま僕が昔20歳ぐらいに買ったナルディを取っといたんですよ。なんかマジでお店なんかこうイエローハットとかああいうところが潰れるって時にこうちょっと安く最後出すじゃない、うん、在庫処分でその時に買っといてずーっと使わなかったやつがあったんだ。そう20年越しぐらいに。うわー、そう20代の頃。そう20代20歳ぐらいあといいですね、うん、あともう一個だけちょっとすごいしょうもないところでしょうもないところぜひちょっとおおって思ってくれる方が何人かいると思うんですけど、このねドリンクホルダーこれドリンクホルダー当時の探すのすごい苦労して、うん、よくあったよね昔これね。そうでなんかそのバネスペースドリンクホルダーとかって検索しても出てこないのね。そうでどうしたら出てくるんだろうと思っていろいろ検索してたら、ようやく出てきて、なんかスパイラルドリンクホルダーっていう名前で、それ検索したらもうバーって出てきて。なるほど。そうあれをちょっとどうしてもこの方には時代的にちょうどいいかなと思ってドンピシャだよね。そうあれはちょっと俺の中の一つのちょっとアピールポイントっていうか、そう当時の名残を残したいなっていうところですね。あとはそれほどいやもう十分。あそうですかありがとうございます。いろいろあったよねフロントももうかなりね年季物のねこの感じがねいいね、うん、じゃあちょっとこの後、はい、登場お願いしてもよろしいでしょうか。こちらこそお願いします。すいませんよろしくお願いします。じゃあお邪魔します。どうぞ。もう始まってんですか？始まってるよいしょ。狭いよね見てもほら30歳のおじいちゃんだから大変なんですよ。お危ない危ないちょっと一末の不安感を感じたでエアサスできますか？エアレックスね。エアレックスです。エアサスだっていうのにたまにオイルパンやっちゃうんですよねそれ走行車高がめちゃくちゃ低いからでしょ上がったのこれで。うん上がってる。上がった感じしない。ちなみにここからいっちゃおうかな。途中にバルブとか設けてあって、すごい時間かかるの。あ、そうなんだ。そうちょっとバルブがついてるせいで、なんだろう空気のその流路がちょっと狭まっちゃってるからプシュプシュ動かないの。ああなるほどね、でもなんか壊れた時にそのバルブ閉めてそうまあ故障箇所も探しやすいし、いざっていう時に、多少動かせるっていう。そうなんです。やっぱ乗り心地いいな。いい？だってさ、30でしょこれ。そう30なのに何？今普通にギャップあったけどさ、ストンっていくよ遅いけどね、エンジンは遅いけどなんかね最近、じゃ普通の会話になっちゃってるけどさ、いいやいいんじゃない？最近いろんなでもさ、ショップ選び大事だよね、逆にね。いや大事大事。でちなみにお聞きしたいんですけど、エアサスどこのショップでつけたんですか？エアサスですか？はい。エアサスはですね、
46マニアのですね道北くんという方がいまして、はい、その彼とですね、はい、彼に手伝ってもらいながら、はい、自分たちでやりましたごめん、それ言わせたかったそして言いたいのは30がフロントのナックルとショック、一体型なんですよね。なので、もうショックのシェルケースをぶった切ってサンダーで、それで溶接で新しい足回りをつけるとめっちゃ大変でした。でもすごい楽しかったです。だから切った貼ったで、切った貼ったで無理やりつけて、でも収まって出来上がりは最高。YouTube の編集した後は多分その画像も入ってくるじゃあもらいましょう。写真送ります、もらいます。いやでもいいね、すごいこの時代の緩い車をエアサスで緩い感じで撮るそうで、もう320だし、コンバーで結局ボディ剛性を強くしてる分、やっぱクーペより重いんですよね、もうボディ自体が、だからこれで走りを求めるっつってもやっぱ限界があるし、求めてしょうがないもんね。所詮だってサーキット持ってって走るって言ったって、現行の軽自動車の方が速いみたいな、そういうレベルだもんね。もう出だしなんてね、普通の軽に負けちゃうぐらいだしっていう。30のクーペに乗ってる子をこの間撮ったんだけど、逆にオーディオちょっといじって、もうひたすら緩い感じで音楽楽しむ車っていう。いいですね。そういう振り切りありだよね。ありだと思う。すごいありだと思う。もう株だとひたすら空気を楽しむが正しいよね。いやー、いいよこの緩い感じ普段車の用途はこれはもうイベント車って感じですか？イベント車ですね。あとはやっぱりそのなんか四季折々のタイミングでこの桜の時期とか、なんか秋は紅葉とか、なんかそういうタイミングで少し多めに出して、写真撮ったり、あとは結構そのなんだろう、観光名所とか行ったりするとやっぱり結構自分らの親世代ぐらいの、お父さんあたりが結構、話しかけてきて「おー懐かしいな」とか「俺も乗ってたぞこの BM」とか言ってそんなの始まって、六本木カローラ世代だそう六本木カローラ、そうなんですよ。たまに30分ぐらいなんかもうずーっと話しかけられてまたロイね、よく話すからな、そういう人に捕まった時。なんかね、結構なんか話しかけられるし、道聞かれるとかすごい多くて、自分それは車の問題じゃなくて人の問題ね。なんだかよくわかんないけど、すごくそれがあって、あるあるだな、面白いな。でもなんかそういうところでまたね、そういうお父さんぐらい世代からいろんななんか貴重な話を教えてもらったりするっていうのもすごく大事で、そうだね、それをまた自分が今度ね、後輩に継承できるじゃないけど、そんなのもあったりして、結構楽しかったりね、自分が知らないなんか機能を知ってたりとか、なんか結局車でのコミュニケーションってすごく大きくて、わかる。車好きだとますますそうなんだけど、やっぱり車でつながる関係って面白いよね。すごく面白い。ロイネート僕もそうだしね本当にもう長くなるけどね。長くなる、もうなんやかんや長くなってきたけどね、なんか近場でイベントなんて言うとね、結局いつも同じ顔なんでね、全泊してくれてね結局うだうだやってんだよね、こういつも2人ででも同級生っていうこともあるせいか、話もねとても同級生だからねもうね、本当すみません、なんかこんな同級生こちらこそもうね、どうしようもないね。本当に面白くてしょうがないよねもういいおっさんなんだからね、ちょっと落ち着けよってみんな思うんだろうけど、本当すいません。あとはなんかあれですね、ちょっと今デザインそんな大したことないんですけど、これ地元のホームセンターで、絨毯をフロアマットにしてくれる方がいて、そうそれ面白いね。もうそうなんですよ。それすごい需要ありそう。そうなんだっけ、子供用のさ、ミニカーのコースになってるみたいな絨毯あるじゃん。それをしたかったの
それ同じこと考えてる。それをしようと思ってたの。トミカとかが走らせられるでも道になってるというかシティになってるマットでしょ。あれを俺もカーペットにしたかったの。そしたらもうみんな笑ってくれるじゃない、イベント持ってったら。そしたらなんだろうな、このマットを作ろうって本当にこう作ってもらおうって思う1ヶ月前ぐらいに下見に行ったのね、そのホームセンターに。でその時はその車のカーペットあったの、ロードカーペットがあったの、だからよっしゃーと思って、でその時お金もなかったし、とりあえず来月になったら作り行こうと思ってお給料入って、ホームセンター行ったら、カーペットもう全部売れちゃって在庫もなくて取り寄せも無理なんですとか言われて、最悪。そうと思って、だからとりあえず渋々でも安くやってもらったんで、とりあえずまあボディショックに合わせて合わせてる、いいかなと思って。いいと思う。面白い話だそれ。全然話変わるけどさ、ロイネずっとドリフトしてたじゃない。ドリフト36でもしてたよね。そう少しね。あれドリシャはもともと何でやってたの？ドリシャは180とかシルビアとか、やっぱその系なんだ。その辺かな。なんか一番全盛期というか、一番熱く走ってた頃は、庭っつっても親の方の庭なんですけど、庭に180のフルノーマルのね、180のボディが2台、シルビア1台とか、なんかドリフトしてボディ潰してもすぐ車乗せ替えてエンジンだけ乗せ替えてすぐまた復活できるようにボディ3つぐらいストックしといたの。で今それ持ってたら、そうなの今それ持ってたらほんとそれめっちゃ値段ついてるのに。そうなんかね、もう結婚するってなって、もうそんなもの置いといてもしょうがないんだからどっか売ってこいと親父に言われて、まあしぶしぶ売って。親父に文句言わないんじゃね。あの時持ってればそう一財産できたのに。本当に絶対ボディだけでも1台100万超えるでしょ今。そうなの。それでね、またね、なんかその当時のね、結構レアなパーツを結構取っておいたのよ。あ、そうなんだ。やっぱまた35とか40、下手して45、50になって、その180とか買ってね、またちょっとこう車庫端にしてドリフトはしないかもしれないけど、そのかっこよくして乗るみたいな夢もあったから、こういろんななんか当時の180の前期のリップとかいろいろね取っといたの、物置に。全部捨てられちゃってしかも何も言わずにああ最悪。そう、まあそんなね、いつ使うかも分かんないっつう親父の意見も分かるんだけど、じゃあ行きます。それではりょうちゃんの YouTube、 僕の友達これご覧の皆さん全員ね、チャンネル登録といいねボタンお願いします。今日はありがとうございました。撮り直す？いやなんでそんなすかしてんの確かに。ありがとうございました。OK ですか？ありがとうございます。